皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は12月の星の解説とタロットリーディングをさせていただきます。まず最初に星の12星座共通の星の解説なんですけども、12月っていうのは本当に1年の総まとめで皆さんも幸せでお忙しいと思うんですが、星で見てもやっぱり2025年って結構いろいろあったよねっていうそのまとめの月になります。で、皆さん自覚されてるかされてないかわからないんですけども、本当にこの1年を過ごした私たちっていうのは強くなってるんですね。いろいろ経験を積んで鍛えられたっていうのがあるので、無自覚かもしれないんですけど、何か過去の自分とは違う自分っていうのがあるはずなんです。で、さらにそこから12月ってもっとなんか来年に向けての期待が生まれたりとか、希望とか、なんかまるで旅に行きたいと思うような、心が解放されていくような、なんかそういう広がりのある自由な感覚がすごく強いんですね。それなぜかっていうと、12月の1日から金星という社交性とか喜びとか愛情とか、そういった華やかなエネルギーもいて座という性質になっていますし、あと太陽も今いて座に入っていて、で火星という行動力やバイタリティっていうものもいて座に入っているので、とてもこのいて座の開放的な自由な、挑戦していきたい、冒険してみたいみたいな広がるエネルギーがなんとなく強くなるっていうことなんです。で、さらにそれが12月の中旬ですね、12日から15日あたりっていうのはもう水星もいて座ですし、もういて座祭りっていう形ですごくこの中旬あたりにおそらく単に未来に無茶な希望を持つとかではなくて、この1年やりきったよねっていうその自分の強さとか、超えられた自分をもとに、だったら来年はこうしたいなとか、もうちょっとこうなったらいいなとか、きっとこうできるはずだっていうような期待ですね。新しい扉を開いていくような期待を皆さん持ち始めるんじゃないかなと思いますし、いや全然そういうのないですっていう方も、ぜひ何かしら自分にとってプラスになる意図を持つことによってそっちの方に引っ張られやすくなりますので、実際12月20日が新月なんですけど、新月の前に自分の感覚やどうしたいのかとか願いとか、そういったものを書き出したりまとめたりして、新月の12月20日に改めて意図していただくっていう風にすると、とってもなんかスムーズに2026年につながっていくなっていう感じがします。そしていて座っていうのは火のエネルギーなので、燃える情熱を燃やして現実を作っていくっていうエネルギーが強いんですけど、もう一方で特にこれは12日までっていう前半が強いんですけど、水のエネルギー、魚座とか蟹座とかさそり座という水のエネルギーが非常にうまく関わっていて、私たちの深いところでこの愛情とか優しさとか、本当に自分たちに大事なものって何かなっていうことを感じながら、その情熱や後半は情熱とかやりたい方向とか、なんか希望っていうものが湧いてくるっていう形なので、特に11月と12月っていうものを比べると、11月はもういろんなものが逆行して、惑星が逆行していて、なかなか前に進まないとか思い通りにならないっていうことも多かったとは思うんですけど、それに比べると12月っていうのは非常にスムーズで、私たちの心が安定していて、何が一番大事かを分かった上で自分のやりたいことや情熱っていうものが芽生えやすい時なので、その星のエネルギーがあるんだな、そういう天気予報なんだなっていうことを理解した上で、皆さんそれぞれの生活に合った目標や意図を立てていただけたらと思います。それから15日からはですね、火星がヤギ座に入るということで、非常に真面目な努力していくとか、責任を果たしていくとか、そういった真面目なエネルギーも入ってきますし、12月の22日からは太陽もヤギ座に入るということで、ここからなんか地に足をつけた動きっていうのかな、そんな感じになってきます。なのでざっくり言うと、前半は心が豊かになりやすい、いろんなことを感じやすい。そして中旬は情熱が湧いてきやすい、新しい希望や期待を持ちやすい、新しい扉を見つけやすいみたいな形で、後半になると22日以降になると、それをどのように現実化させていこうか、しっかりと自分の世界を築いていこうっていう真面目なエネルギーになってくるということです。来年の運勢は別の動画で解説していきたいと思います。ではここからタロット見てみます。よろしくお願いします。
はい。では、ここから天秤座さんのタロットリーディングさせていただきます。よろしくお願いします。12月1ヶ月だと思っておいてください。いきますね。はい。じゃあ一緒に見てみましょう。12月です。はい。ペンタクスの6、そして忍者、吊るし人、ペンタクス7の逆、そして女教皇の逆、ソードエース、カップクイーン、気をつけることや対策が、ソードの5と、カップ3とオラクルは、じゃん、お月さんの逆です。まず、もし今なんか未来のこととか将来のこととかちょっとはっきりしないなっていうことがあるとしても、全然そのこと心配しなくていいよって、その霧は晴れてくるよって感じで言われてますね。12月全体のメッセージとしてですから、心配してたことが、なんだそうだったのかってこと、真実が見えてくるよとか、もやもやしてたことが晴れてくるよっていうメッセージが一番強いです。そして、前半でお伝えした星の補足なんですけど、12月20日の新月っていうのは、天秤座さんにとってはコミュニケーションとか、友達とのつながりとか SNS とか、そういう情報とか流通関係において非常に活かされやすい新月になります。で、特に12月の22日までって、天秤座さん自身も人との交流が活発にあったりとか、なんか移動が多かったりとか、人がいっぱい来たりとか、関わりが多いんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で、そこから豊かさたくさん入ってきますので、何かそういったことに関連して、願いを意図してもらうと、20日以降すごく、またそれ以降もね、続いていくかなと思います。そして22日以降っていうのは、本当に地に足をつけていくということで、天秤座さんは自分の土台を固めていく、自分のテリトリーを収めていくというか、例えば足元をしっかりしようみたいな、それまでっていうのは結構移動したり、人に合わせたり、情報収集したり、勉強したりなんですけど、それを固めてちゃんとなんか例えばの話ですけど、ブロックを積み重ねて、しっかりとした足場を作るみたいな、なんかそんな感じで、心の中も整理されてくるでしょうし、なんか自分が気に入っている場所、自分の部屋もそうかもしれないし、仕事場もそうかもしれないし、そういったところをちゃんと整えようみたいな感じになるかもしれません。そしてカードで見たときにやっぱり入り口がペンタクスの6なので、何か自分は、本当に価値のあることをやってきたんだとか、もしくはこの12月やりたいんだって感じですかね。お金では換算できない、その価値あることを自分はやりたいんだっていう感じがあります。そしてそれがなんか通じるような気がする。そんな感じがしますよ。要するに、例えばですけど、一つの仕事をするのにいくらのお金をもらって、じゃあそれをやりますっていう、そういうイコールの関係ではなく、そのお金だけでは換算できない人の信頼を得るとか評価を得て、心地よく仕事をするとか、自分がやった仕事のものがなんかすごく高く評価されるとかってことで、イコールじゃなくなんか膨らむような感覚があります。そんな期待があるのかなって感じもしますし、その可能性があります。だけどご自身は比較的冷静に、なんか浮かれてないって感じがあって、冷静に自分の足元を見てるし、ここからしっかりやっていかなくちゃみたいな、そういうなんか決意みたいなのもあるし、今の状況がそんな悪いわけじゃないけど、ここからどうやってプラスしていくか、プラスアルファを作っていくかっていうことを、すごく考えてますね。で、なんかカードが言われているのは、天秤座さん特有のアイディアが湧きますよっていうふうに言われてるんですね、ここで。ここで女教皇の逆なので、女教皇っていうのは非常に聡明で、なんかアイディアとか自分なりのやり方みたいなのが湧いてくると、まるでチャネリングで降りてくるみたいな感じで、こうしてみよう、ああしてみようみたいな、策が練る。で、さらに星で見ても、特に22日までっていうのは自分のアイディアが湧くとか、思わぬ形で流通するみたいな感じもあるので、なんか戦略がうまくいくみたいな感じもあります。そして、その後がソードのエースなので、やっぱり挑戦する、やってみるっていうことで、何かこの戦略を実行に移すっていう感じがしますね。これお仕事でもいいし、プライベートでもいいし、自分自身へのことでもいいんですよ。なんか、やろうかな、どうしようかなと思ってたけど、よし、やってみようみたいな、
ちゃんと計画してね、リスクも考え、メリットも考え、そしてこれやってみようみたいな感じでチャレンジするのかなって感じがします。ソードのエースっていうのは、このデッキね、可愛いんですけど、こうなんかフクロウが王冠をかぶっている感じなんですけど、そんな感じですごく賢い、そしてなんか魔法が使えるみたいな、こう自分の思いで、意図を持って何かをすると切り開かれるみたいな、そんな感じのカードなので、この12月何か天秤座さんは決意するのかなって感じがします。そしてその後ですよ。もうたっぷり豊かさを感じてねっていうことで、なんかこのカードはすごくこう、ふくよかな女性が描かれているんですけど、そんな感じなんですよ。感覚的にのが豊かな感覚。豊かさが自分についているみたいな、そんな感じなんです。そして、自分のオリジナルな感性で、ここで得たそのなんか戦略とかやり方とかっていうものを十分に味わっているって感じがするので、まあお仕事なのかプライベートなのか趣味なのかわかりませんけど、なんか味わってますね。何を味わってるんだろう。その体験してるってことです、それは。何か自分が望んで、自分が切り込んだものを、挑戦したものを味わっているっていう感じがします。そしてなんかやったーっていうカードも出てますし、ただ万人受けするっていうよりも、本当に内々の自分の仲間で喜んでいるっていう感じで、例えばライバルがいるとか、なんかそういう、なんかそういう存在もあるのかなって感じはしますが、なんかそこを基準にするのではなく、やっぱり自分で自分に魔法をかけるみたいな、自分の人生を切り開くっていう風にしてほしいなっていう風に思います。変にこう、他者の目を気にして、なんか自分がずるいことしてるかなみたいな意識はいらないって感じですね。ちょっとこれを踏まえてお仕事のことを見てみますね。仕事。また出ましたよ。カップのクイーン。なんかとっても綺麗な女の人なんですよ。このカードって。そして、死神というカードとカップのキングっていうのが出ていて、カップのクイーンっていうのは、独自の感性で特別な感覚を持って、何か女性性とか、美しいものとか、ファッションもそうです。メイクとか、何か美というものに携わって、繰り広げるっていう感じがするんですね。なので、アーティスティックなことに関しては全てとてもいいです。なんかそういう才能が今すごく活かされやすいんじゃないでしょうか。自分の感性で描くものだったり、作っていくものっていうものが仕事にもすごく反映するっていう感じがします。そして、対人関係もやっぱりいいですね。対人関係、誰か応援してくれる人がいますね。部下とかそういう意味ではなくて、同等の立場、もしくは先輩とか、上司とかっていう、それなりに人生経験を積んだ方が仕事場でサポートしてくれたりとか、応援してくれてるっていう感じがあり、何か天秤座さんの中では再生してる感じがします。かつてはやってたけどやめたんだっていうことをもう一度携わってるっていうこともあるのかもしれません。とにかく一番感じるのは、天秤座さんの持ってるその美的感覚や感性がすごく活かされるよっていう感じがしました。はい、そして、人間関係見てみますね。人間関係は吊るし人。ペンタクルスの9。そしてジャッジメントということで、なんか関係性においては、ちょっとなんでしょうね。さっきの仕事に関しても、再生するみたいな感じもあったり、この人間関係においてももう一度再会するみたいな感じもあるので、昔関わっていた人と何かしらの縁でまたなんか関わりを持つっていうこともあるかもしれないし、なんか自分が動きたいようにちょっと動きづらい感じがするんですね。誰かとの関係において動かしにくいし、自分も時間が取れないとか、そういう感じがあるんですけど、逆にそこでアクセスしないっていうのがいいみたいです。どっしり構えとく。ご縁があればまた会うかなぐらいの感じで、自分が、あれこれ人に対してやるというよりは、止まってそこで自分でいるっていうことによって、チャンスが来るよって感じで言われています。ペンタクルスの9なので。また何かで再会する。なんか、しかもそれがいい形で再会する感じがするんですよね。
なんか嫌な形でじゃなくて、お互いにとってプラスになる形で再会するみたいな感じがあるので、もしそういう、ちょっと距離置いてたんだみたいな人ともう一回会うこともあるかもしれないし、または別にそういうのじゃなくても、関係性としては誰かとの距離がなんか近づく感じがしますね。動かさずに置いてたものが近づくっていう感じがします。はい。そんな感じかな。いかがでしょうか。何か通じたよっていう方はぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。最後にもう一枚、天秤座さんの12月オラクルカード引いてみますね。これかな。はい。どうでしょう。このカードを見て何か感じるものがあれば皆さんも直感でメッセージ受け取ってくださいね。なんかこう、小動物とかね、こう、動物のアニマルエナジーって書いてありますけども、動物たちが持ってる感性とか力を使えるよということなんで、なんか野生の勘を、使えるとか、あるかもしれないし、もしかすると、ご自身が飼ってらっしゃるペットとか動物から、なんかこう、癒しを得て、自分らしさに戻って、そして本来持ってる自分の力を使えるっていうこともあるかもしれませんね。はい。ということで、ここまでにしておきます。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ素敵な時間をお過ごしください。失礼します。